おい、俺は何も聞いていないぞ。どうなってるんだ。切羽詰まった上司の声が電話口から響く。私を役に立たない老害と罵り、邪魔になると言って首を突きつけておきながら、助けを求めてくるとは、どれだけ自分勝手なのか。ため息をこらえて冷たく返す。それを今さらどうこう言われても、こちらでは対処しかねます。なんだと？これはお前の仕事。私なんて大した仕事もしていないんですよね。有名大卒のエリートなら、そんな仕事簡単に終わらせられるでしょ？お前、くそ、俺は。電話の向こうでは、まだ上司が何かしらわめいていたが、私は構わず、さっさと電話を切る。さて、これから彼がどうなるか、見ものだ。あの上司に私の代わりが務まるとは思えないが、退職した私には関係ない。私はそっと彼の番号を着信拒否にした。私の名前は水内和彦。地元の中小企業に勤めるベテラン社員だ。高卒で入社した私は、これまで社内の様々な部署を渡り歩いてきた。そして定年もあと数年に迫った現在は、総務部で事務業務に当たっている。総務はもともと企業や組織の事務全般を扱う部署であるが、時には社内で担当する部署がない事務作業もまとめて請け負うことがある。そのため、実態を知らない人間からしたら、単なる雑用係として見られることもしばしばだ。けれど私は、総務の仕事は会社全体のコミュニケーションを円滑にし、組織の運営をスムーズに行うためには欠かせないものだと捉えている。誰もやらない仕事を率先してやるのが総務部なのだ。そして現在、私は総務部でクレーム対応を請け負っている。まずは自分のことより相手の話をよく聞こうとする元来の性格。そして長年にわたり培ってきた多くの経験と築いた人脈を駆使し、幸いこれまで目立ったトラブルも起こさずに仕事を全うしてきた。ただ、やはりクレーム対応は精神的にも楽な仕事とは言えない。クレームだからといってただ謝ればいいというものでもなく、かといって解決策を提示して終わりというものでもなく、相手に寄り添いつつも解決に向けての具体的な提案を行うのは思いのほか気苦労も多いのだ。そんな日々の中、私の息抜きは長年連れ添った妻とのお菓子作りだった。妻は昔から料理好きで、趣味が高じて調理師免許と食品衛生責任者資格も取得している。中でも彼女の作るお菓子はヘルシーかつ美味しいと近所でも評判で、レシピと実際に作る過程を載せた妻の SNS アカウントも回を追うごとにフォロワーが増えていっているほど。そして私も妻ほどではないが、休日には簡単な生地作りなどを手伝っていて、根気はいるものの、無心になれるその作業がいいストレス発散になっていた。あ、水内さん、それ、もしかして奥さんの手作りですか？昼休憩中、弁当と一緒に入っていた妻の手作りフィナンシェをいそいそと頬張ろうとした矢先、それを目ざとく見つけた部下が早速近づいてきた。いいなぁ。私、焼き菓子大好きで、今までいろんなお店の食べ歩いてるんですけど、水内さんの奥さんのフィナンシェは本当に絶品だなって思ってて、なんか懐かしくて優しい味がするんですよね。よかったら一つ食べるかい？言いながら、部下のキラキラした目がじーっとフィナンシェに注がれるものだから
私は苦笑しながら、2個あるうちの口をつけていない方を彼女に差し出す。やったー。やっぱり美味しい。癒される。すると彼女は小躍りする勢いでそれを受け取り、ニコニコしながら頬張った。奥さん、確か資格も持ってるんですよね。お店とか出さないんですか？お店かい？いやさすがにそれは難しいんじゃないかな。本人も素人の横好きだって言ってるし。私の返答に部下が残念そうに首をかしげる。そうかな。奥さんの焼き菓子、絶対に売れると思うんだけど。そして部下はフィナンシェの礼を丁寧に告げると、自席へと戻っていった。その後ろ姿が幾分弾んでいるのを微笑みながら眺めて、私も手元に残っていたフィナンシェをゆっくりと頬張る。彼女の言葉ではないが、やはり甘いものは癒されるな。妻の心遣いがそのまま伝わってくるような味わいを堪能し、そうして私は午後からの仕事にも精を出すのであった。そんなある日、人事異動で新しい部長が総務部にやってきた。名は飯田。どうやら名門大学卒のエリートらしい。ここ数年、我が社も今後の新事業展開への足がかりとして優秀なエリートを積極的に採用、また役職につける動きが活発になっている。この飯田部長もまだ若いものの、そんな会社の方針でこの度部長に抜擢されたようだった。だが肝心の飯田部長は部長待遇とはいえ、自身が総務に回されたことを納得していないらしく、着任早々不満たらたらの面白くなさそうな顔を浮かべては部下に仕事を押し付けてくるのであった。ちなみに彼の口癖は、こんな裏方の地味な仕事、俺がやることじゃない、である。確かに総務はいわゆる花形部署ではない。それに飯田部長はまだ若く、経験も浅いのだろう。エリートゆえにプライドも高いようで、そんな彼から見たら、総務で働く我々は、単なる社内の雑用係として映っているのかもしれない。特にクレーム対応で一日中、電話やパソコンの前で頭を下げている私などは、彼からしたら、もはや惨めにすら映るのだと思う。はい、この度はご意見、誠にありがとうございました。今後とも弊社及び弊社製品をどうぞよろしくお願いいたします。そう言って、いつものように丁寧に頭を下げてから電話を切った私の横を、取引先の挨拶回りから帰ってきたらしい飯田部長が通り過ぎていく。だがその瞬間、まるで独り言のようにして飯田部長がつぶやいた。はっ、朝から晩までペコペコしてご苦労なこった。ああ、俺は頑張って勉強していい大学出てよかった。こんな仕事、俺は絶対できないわ。そう言って、彼は馬鹿にしたように私を一別し、わざとらしく肩をすくめて去っていく。私は内心、確かに飯田部長にはできないだろうな、と違う意味で納得しながら、特に言い返すこともなく、粛々と業務に当たるのだった。さて、飯田部長が総務へとやってきて、1ヶ月が経とうという頃、我が社でも今後、海外を視野に入れた新規事業を展開していく旨が発表された。前々からそんな話は出ていたが、いよいよか。私は胸の内でそう独りごちる。定年間近の社員には大したこともできないだろうが、それでも私は自分にできることがあれば頑張ろうと静かに奮起していた。だがそんな矢先、私は飯田部長に呼び出されたのである。会議室へと呼ばれ、
失礼しますと声をかけてから入室した私を中にいた飯田部長がじろりと見合ってきた。そして彼は出し抜けにこんなことを言い出したのである。さて、水内くん。残念ながら今月限りであんたはクビです。よって、さっさと荷物をまとめるように。ああ、今なら自主退職で受付してやるから、速やかに辞表を提出しろよ。え？あまりにも突然、そんなことを言われたため、私は思わずその場で固まってしまう。だが、いまいち反応の悪い私に、飯田部長は早速じれたのだろう。彼は一度こちらを見て、ちっと舌打ちを落とすと、だから、と、若干声を荒げて言い募ってきた。あんたも聞いてただろ？我が社はこれから海外に向けた新規事業を展開していく。それに伴い、帰国子女の新人も採用する予定だから、無駄な人件費は極力削りたいって言ってんの。そして飯田部長は、ふんと鼻を鳴らし、私を見下すようにして、せせら笑う。あんたは高卒だし、その年でこんな雑用部署の事務員なんてやってるようじゃ、どうせ大した仕事もできないんだろ。役に立たない老害は、会社のカラーにも合わないし、何より、俺たちの邪魔になる。老害って、次々と浴びせかけられる暴言に、思わず私は口を開いた。だが、そんなこちらの言い分を遮るように、飯田部長はなおも追い打ちをかけてくる。本当のことだろ？頭下げるしか脳のない老害は、さっさと消えろ。会議室中に響き渡る小姉で、そう怒鳴られ、その瞬間、私はこの上司の下で働くのは、もう無理だな、と、そう思ってしまった。特に、自分なりに誠意を持って取り組んでいたクレーム対応の仕事をそんな風に言われてしまうのなら、それこそ私がこの会社に残る意味もないだろう。むしろ、今ならそれなりの退職金ももらえて、精神的にも辛い、大変な仕事からも解放される。そう考えた私は一泊後、飯田部長に向かい口を開いた。わかりました。今月付で私は辞表を提出します。ところで、引き継ぎは誰にすればよろしいのでしょうか。すると私の問いかけに、飯田部長はいかにも小馬鹿にした様子でニヤニヤと笑う。ああ、引き継ぎなんぞ必要もない。あんな雑用部署で、お前なんか誰かに引き継ぐような仕事もしてないだろうが。頬を歪めて、飯田部長はそう言い切った。それに私は、わかりましたと頷くと、それきり無言で会議室を後にしたのである。さて、それから半月後、私は会社を退職した。だが、その翌日のことだった。会社から私のスマートフォンに電話がかかってきたのである。画面に浮かんだ発信元は、あの飯田部長であった。はじめは無視していたその電話だが、あまりにもしつこい。そのため私はしぶしぶ電話口へと出る。すると第一声で飛んできたのは、飯田部長の怒鳴り声であった。おい、俺は何も聞いていないぞ。どうなってるんだ？失礼ですが、何のお話でしょうか。だから、お前が対応してたクレームの件だよ。そう声を張り上げた飯田部長が、怒りに任せた乱暴な口調で要件を告げてくる。今まで応対した数々のクレームより、よほど要領を得ないその言葉から、飯田部長が言っている会社と要件を推察した。その会社からは確かに前々から何かとクレームが入っていて、私が一手にその対応を請け負っていた。ちなみに、普段の相手先の担当は何かと細かい性格で、他の会社だとクレームにもつながらないようなことでも
ああだこうだと理由をつけては、突っかかられることで有名だった。その分、きちんと言い分を聞き、相手の望む方向性に話を進めると満足してくれるので、ある意味やりやすい相手ではあったが、要するに、いつものようにその会社からのクレームがあり、けれど、引き継ぎを行わなかったために、うまく受け流すコツなどが一切周囲に伝わっておらず、結局、元の担当である私に、お鉢が回ってきたのだろう。それにしたって、首にした人間に助力を請うのもどうなんだと思いながら、私はため息をこらえて淡々と返す。お言葉ですが、あの時、引き継ぎはいらないと部長は言われましたよね。ですので、特にこれといった引き継ぎはせずに退職いたしました。それを今更どうこう言われても、こちらでは対処しかねます。はあ？お前。まさかそんな返答が来るとは予想もしていなかったのか。飯田部長は電話口で思わず言葉に詰まったらしい。けれど私はそんな彼に構うことなく、さらに続けた。また、飯田部長はご存じなかったかもしれませんが、私は各部署に寄せられるすべてのクレームへの対応を担っておりました。そして未だ未対応のクレームが大量に残っております。そうなのだ。総務は誰もやらない仕事を率先して請け負う部署。そして部署ごとに寄せられる様々なクレームを一括管理していたのがこの私だった。なんだそれ。どういうことだ。続けられた言葉を受け止めきれなかったのか、電話の向こうでは飯田部長が呆然と上言をつぶやいている。ちなみに主要取引先には退職の旨を伝えております。後任は決まっておりませんでしたので、ひとまず飯田部長が責任者であると合わせてお伝えいたしました。その瞬間、電話口の飯田部長が絶句する気配がした。私はにっこりと笑い、軽やかに告げた。雑用部署の事務員など大した仕事もしていないんですよね。有名大卒のエリートである飯田部長でしたら、そんな仕事簡単に終わらせられるでしょ。お前、くそ、俺は。電話の向こうでは飯田部長が何かしらわめいている。だが私は、それでは失礼します。と頭を下げると、さっさと電話を切り、ついでに彼の番号を着信拒否にしたのだった。さて、私が会社を辞めてから半年が経った。その間に、なんと私は妻と共に、キッチンカーで手作りお菓子の販売を始めたのである。最初はこのまま、ゆったり悠々自適に、妻と過ごすのも悪くないと思っていた。だが実際にそうして自由な時間ができると、手持ち無沙汰になるのもまた事実。その時私の脳裏にはいつか部下が言っていた、店は出さないのか、という言葉がよぎったのである。そして夫婦で話し合いをし、体が動くうちに新しいチャレンジをしてみるのもいいのではないかという結論に至った。幸い、営業部時代に知り合った相手が移動販売車の制作会社に勤めており、そのつてを頼って必要な書類などのアドバイスをもらうことができた。また、企画部時代に交流のあった取引先が私たちのキッチンカーを取材し、ネット媒体で特集を組んでくれたため、世間での認知度が格段に上がることとなる。さらには、妻の作るお菓子のファンであった私の元部下が自身の SNS にてキッチンカーを精力的に宣伝してくれ、そのつながりからも人が寄ってくれるようになった。こうして私たちは今までの縁によって随分と助けられながら、どうにかキッチンカーでの菓子販売を軌道に乗せることができたのだった。そんなある日のこと、今日は在住地から少し離れた郊外へ出張販売の予定だった。
ちょっとしたイベントがあるということで、招待していただいたのである。着いたのは、緑や山が多く、畑や田んぼも広がる田舎町だ。けれど、あらかじめ SNS で宣伝しておいた効果もあって、住人たちが早速、ワイワイと集まってくれる。そうして、あらかたの商品が売れ、そろそろ片付けようかとなった、その時であった。お前。のどかな田舎町には似つかない、堅穏な声が、私たちに投げつけられた。顔を上げると、そこには私の元上司、飯田部長の姿があった。飯田部長。思わぬ人との再会に、私もいささか驚いて、思わず目を丸くする。目の前にいる彼は、見覚えのあるスーツの代わりに、しわくちゃの汚れた作業着をまとっていた。シャツの小さなシワすら毛嫌いしていた人間とは思えない、落ちぶれて惨めなありさまである。飯田部長はそんな私を強く睨みつけると、早速恨み言を口にした。くそ、お前のせいだ。お前がすべてほったらかして退職したから、俺はあれから大変な目にあったんだぞ。田んぼに囲まれたあぜ道に、彼の震えた声が響く。実は私は、自身が退職後の会社の様子を知っている。話をしてくれたのは、例の元部下だ。記念すべきキッチンカー第1号のお客様として足を運んでくれた彼女は、その後の職場や飯田部長のことを簡潔に話してくれていた。ちなみに飯田部長は、あれから自力でクレーム対応をしようとしたはいいものの、その尊大な物言いや突っかかりやすい性格から、話を何倍にもこじらせてしまい、その度に会社を巻き込んでの大騒動を起こしていたらしい。そして周囲の不信感をも煽るような、そんな騒ぎが重なり、結局会社は既存の取引先や顧客からも見放され、業績が悪化。当然、海外進出どころではなくなり、その責任を問われた飯田部長は役職を剥奪された上、地方の出張所へ飛ばされたと聞いた。その左遷先がまさかこの地域だったとは、私も今初めて知ったわけだけれど、飯田部長の剣幕に妻が心配顔で見合ってくる。それに一度うなずいて、私はごく冷静に切り返した。何回も言いますが、あの時引き継ぎも必要ないと言い切ったのは飯田部長。飯田さんの方ですよ。それに、私はとっくにあの会社を退職した身です。文句を言うのは筋違いというものでは？こちらの返答に、彼はぐっと言葉を詰まらせる。私は淡々と続けた。そうそう。あなたに一つ、お礼を申し上げないと。おかげさまで、今はストレスなく生活できています。体調もよくってね。あの時はクビにしていただき、どうもありがとうございました。そうして私は、総務部時代のように、誠意を込めて一礼する。だがその姿に、馬鹿にされたと感じたのだろう。たちまち顔を真っ赤にした彼が、何事かを叫びながら、私へ掴みかかろうとしてきた。妻が青い顔で悲鳴を上げる。そして、先ほどからの喧騒に、表へと出てきていた住民たちが、慌てて彼を止めに入った。駐在さんを呼べ。誰かがそう声を上げる。すると、大ごとになると察したのか、彼は見る間に焦った様子となり、とうとうその場から逃げ出していった。逃げ足だけは速いその後ろ姿を見送りながら、私はひとまずこの場を収めようと声を上げる。皆さん、ありがとうございます。おかげさまで私たちは無事です。その言葉にいきり立っていた住民が拍子抜けしたように動きを止めた。大丈夫かい？ええ、ご迷惑をおかけしてすみません。
ですね、あの方、私たちのお菓子を楽しみにしてらっしゃったのですが、あいにく、ほぼ売り切れてしまって、それで、ちょっと怒ってしまわれたみたいで、私の返事に住民たちが、はは、と笑う。そりゃあ残念だったな。暴力はいかんけど。でもわかるわ。さっき早速食べたけど、とっても美味しかったし、これに懲りずにまた売りに来てくれると嬉しいわ。ありがとうございます。はい。またぜひ寄らせていただきますので、その際はよろしくお願いいたします。私が丁寧に頭を下げる横で、妻も同じように頭を下げて礼を述べている。今までこうして何回も頭を下げてきた。やるせない気持ちや苦い後味を噛み締める瞬間も何度もあったものだ。けれど今この時、その全てが報われたような気がする。またそれは過去の苦労があってこその感情でもあった。今まで縁があった人々に感謝を、そしてこれからの自由な生き方に希望を。住民たちの温かい笑顔に見送られながら、私と妻はにっこりと笑い合い、田舎町を後にしたのだった。